1700年代初頭、ピョートル大帝の改革によりロシアは列強の一角に成り上がった。その後、ピョートル大帝の孫の妻にあたるエカチェリーナ2世が夫の帝位を奪い、ロシアの変革を完成させることになる。彼女はもともと生粋のドイツ人だったが、ロシアの発展に尽力し、大帝と呼ばれるようになる。エカチェリーナはフランスの啓蒙思想に傾倒していた。フランスの哲学者で啓蒙主義の第一人者ボルテールとも文通している。啓蒙専制君主を自負し、国の近代化を推進。独裁的だった一方、理性、寛容、進歩という理想を追求してもいた。また芸術や教育を重んじ、学校を建てたりボリショイ劇場を建設したり、ロシア帝国美術アカデミーも作った。彼女が集めた美術品の数々は現在有名なエルミタージュ美術館に展示されている。エカチェリーナはヨーロッパの技術を吸収するためロシアへの移民を奨励した。こうしてボルガ地方に移り住んだドイツ人はボルガドイツ人と呼ばれた。このコミュニティは200年ほど続くが、後の第二次世界大戦時、スターリンによって国外追放されることになる。エカチェリーナ統治下のロシアは領土の拡大ぶりが目立つ。南ではオスマン帝国を下し、領土を南に広げ、要塞都市として知られるアゾフやケルチを獲得した。だがエカチェリーナは農民に大規模な反乱を起こされる。コサックのエミリアン・プガチョフがそれを率いた。反逆者は多くの要塞や町を占領していき、火山を襲撃。ここまで来てようやくロシア軍が反乱を鎮圧した。エカチェリーナは次にザポロージャコサックを強制的に併合し、ロシアにとって目の上の単行部的な存在だったクリミア半国も併合した。ロシアのものとなったこの地は新ロシアを意味するノボロシアに改名された。人口が少なかったため、エカチェリーナの参謀かつ愛人でもあったポチョムキンの指導で入植が進められた。戦争で疲弊しきったポーランド・リトアニア共和国は隣接する国々によって3回も分割され、最終的にその大部分をロシアが獲得した。ポーランドが独立を回復するのは120年以上経った1918年になる。ポーランドには多くのユダヤ人が住んでいた。エカチェリーナは彼らを閉じ込める形でユダヤ人居住区を設定し、外への移住を禁止するとともにほとんどの都市から締め出した。フランスではフランス革命が起こり、国王ルイ16世がギロチンの刑に処された。エカチェリーナは革命が自国にも波及することを恐れ、若い頃信奉していた自由主義的な思想を完全に放棄した。その3年後、エカチェリーナは病気で死去。それとともにロシアの輝かしい時代も終わることになる。後を継いだ息子のパーベル1世は軍紀など細かいことにこだわり、母の政治を全否定する政治路線を取った。ロシアは周辺諸国と同盟を結び、フランスの革命を抑え込みに行った。ロシア史上最高の指揮官とも言われるスボーロフ元帥は北イタリアでフランスに勝利した。だが革命の波自体を抑えることまではできなかった。国内ではパーベルの改革がロシア軍や貴族の反感を買い、彼はクーデターによって殺害された。23歳だった息子のアレクサンドル1世が後を継ぎ、祖母エカチェリーナと同じく近代化を推し進める路線を取った。彼の政治顧問だったミハイル・スペランスキー伯爵は行政や財政などさまざまな改革を手掛けたが、自由主義憲法の導入は皇帝が制止した。フランスとの戦争が控えていたからだ。実際アレクサンドルはフランスとの戦争に治世の大半を費やすことになる。
フランスではナポレオン・ボナパルトが皇帝になった。彼の軍は無類の強さを発揮し、ロシアとその連合軍をアウステルリッツ、アイラウ、そしてフリートラントで打ち負かした。だがその後、ティルジットで2人の皇帝が会談し、イギリスに対抗する目的で同盟を結んだ。ロシアはスウェーデンに侵攻し、フィンランドを併合。この地はロシア支配下のフィンランド対抗国となった。だが1812年、ナポレオンはロシアに侵攻する。ボロジノではフランスとロシア軍の大規模な戦闘が起き、双方とも甚大な損害を出した。ナポレオンは勝利を宣言するものの、ロシア軍はまだ健在だった。その後、モスクワを占領するが、そこは焦土作戦により燃やし尽くされていた。アレクサンドルは和平交渉に応じず、フランス軍は長い道のりを退却せざるを得なかったが、冬将軍とロシアの追撃でほぼ全滅した。これがナポレオンの決定的な敗北となる。ロシアはプロイセン、オーストリア、イギリスとともに6度目の対仏大同盟を結成し、パリに侵攻。ナポレオンを退位させることに成功した。ウィーン会議が開かれ、勝利に大きく貢献したアレクサンドルはポーランドを獲得、ポーランド国王を兼任した。また彼はオーストリア及びプロイセンと新生同盟を結成。フランス革命のような出来事が再発することを防ごうとした。バルカン半島とコーカサス地方ではオスマン帝国との戦争、ペルシア及び少数部族との戦争が断続的に起きていた。国境を南へ南へと広げ、ベッサラビア、チェルケシア、チェチェン、今でいうジョージア、さらにダゲスタン、アーゼルバイジャン、アルメニアを併合していった。だがコーカサス地方の人々はロシアの支配に激しく抵抗した。ロシアの強引な支配がコーカサス戦争を引き起こすのは必然だった。山や森の中で激しい戦いが繰り広げられ、約半世紀にわたって争い続けることになる。アレクサンドルの死後、帝位は彼の弟で保守的なニコライ一世に引き継がれた。しかしロシア市民だけでなく軍人の間にもフランス革命の産物である自由主義思想が広まっていった。兵士たちは戦争中、フランスの開放的な空気に直に触れていたのだ。彼らにとって保守的なニコライは邪魔な存在だった。ニコライの最初の試練、クーデターが起ころうとしていた。